次は付き合い。付き合ってみたい。愛の言葉をささやかれたい。かっこいい。スーツ着たウィル・スミスって言ったらこのリアクションでした。Hey girls and guys, on Ash Japanese, it's Cathy Cat. We went to the streets of Tokyo and asked two married ladies if they could travel back in time. How far could they go with the foreigner? Friendship, dating, or even marriage are on the table. Let's see what they would actually do with a foreigner if they had had the chance in their younger years. Also, don't forget before we start the video to subscribe to our channel for more videos and interviews from Japan and tick on the notification symbol so you don't miss any of the new videos that we bring out to you almost every day. Let's go and Ash Japanese. じゃん。今日みんなに聞いてるのは、外国人の方とどこまで OK ですか？1個は友達、2個目は付き合ってみる、3個目は結婚。どこまでできますか？なのでみんな投票な感じなので、できるところでせの字でお願いいたします。デートなんて全然むしろしたい。喋れないもんな、こうかな。付き合いここまでかな。じゃあ相手が日本語ペラペラの人だったらどうしますか？あ、いい。それならいい。それなら行く。ビビ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 。これ大事ですね。言葉だよね、言葉。男性の姉妹とそう甘い言葉とかが多分耐えられない。うちの旦那なんかすごい武士みたいな人だからそう、もう親とかにも本当いつの時代から来た人、昭和の男とかじゃなくてもう江戸時代から来たぐらいの風に言われてるから、多分それでちょうどいい。甘い言葉は無理。浴びたくない。もう本当に無理。もうガーってなっちゃうから、もう無理かな。なんかお友達かちょっとねデートするぐらいならいいけど。じゃあ最初からもう一回聞くんですけど、まず優勝、友達になれたらいいなの理由は？友達になりたい。嬉しい。なんか一緒に遊んだりとか、これが楽しいとか、ほらこんなの楽しいのとか、これこんなの好きなのとか、すごいいっぱい話したい。てかどこで出会えばいいのかわからない。出会いが難しいですか、日本では？なんかこの辺とか歩いてるけど、声かけて一緒にお茶とかしたくてもどう声かけていいのかわかんないし、どこかで出会いのバーでもあればね。友達になるきっかけ。嬉しい。遊びたい。遊びたい。じゃあ優勝は OK ですか？優勝は OK です。全然もういろんな人と話して、なんか人見知りとか言ってるけど会えば楽しく喋れるから、なんかいろんな人の話は聞いてみたいなと思う。もし外国人の友達ができたら一緒に一番何したいですか？街ブラブラしたい。あの店どうだこうだって言ってクレープ食べたい。普段しないこと、なんかもう普段だと会社行っておしまいみたいな、こうやっぱ街出てなんか本当ねお茶したり、なんか何が楽しいのかっていう感覚。なんかもうすごいゲームとか本当遊園地とか行ってもなんかすごい全力で楽しんでくれそうだから、すごいイメージだけだけど、なんかそういうのをしてみたいなとは思う。なんか一緒にいるとなんか賢くなった気分になりそう。あはとか言って。私たちより詳しそう。なんかいろいろなんか普段見過ごしてることをすごいよくなんか見ててくれそうだから、なんか新発見みたいな、新たな発見とか教えてくれそうな感じもあるし。じゃあ自分のもっと知ってる日本は自分はもっと詳しくなるってことですか？違う価値観ですり合わせて感動したい。次は付き合い。付き合ってみたい。愛の言葉をささやかれたい。じゃあ付き合ってみるは OK。そのくらいまでなら頑張れるかなみたいな。なんかちょっと二人きりだったらどうなんだろうとか、お友達じゃなくてなんかちょっと本当私は体験してみたいなぐらいな。なんかどのくらいこう甘い感じで来るんだろうとか、どのくらい積極的なのか、意外と冷たかったりするのかとか、どんなもんなのかはちょっと味わってみたいなっていう。日本で外国人の、男性と付き合うとなんかイメージがあるんですか？なんか頭良さそうな女の子のイメージ。ここでカップルで歩いてたら女の子がすごい位が2つぐらい上な感じに見える。羨ましい。かっこいいと思って一緒に並んで歩きたい。むしろなんか遊んでそうな感じ。
でやっぱ普通に生活してると外国の方と本当英語とかそういう他の言語に携わる仕事をしてないと出会うことがないと、そういう人がいっぱいいる場所に行くとなると積極的な子しかいないから、やっぱ遊んでる、なんかやっぱこういう関係の広い子なのかなっていう。じゃあいろんなイメージがあるんですね。いろんなイメージ。ラストは結婚は言語、過去に戻ってできることだったらなんか海外の人と結婚するとイメージはなんかあるんですか？で言葉さえ通じれば、なんか友達が結婚したんだけど言葉が通じないところから始めたからすごい苦労したっていうのがあるから、言葉のその気持ちの部分コミュニケーション取れればいいかな、そこが一番。それであれば別に大丈夫。あとほらパスポートとかそういうのはどうするのかなとか、その辺の難しささえクリアできればむしろウェルカム。いいですね。だから最初に点々点って入れて言葉次第じゃあやっぱり本当にね、相手も頑張って日本語喋ってくれたらさ、ふるさとに帰るって言ったら飛行機乗ってわーって行きたい。じゃあ逆にそこまではいけないのはなんだろう、勇気がないっていうか、なんか日本人男性でもわからないのに文化が違ったら本当にずっと一緒に暮らしていけるのかなっていう多分不安がまず本当出てきちゃうから、そこを乗り越えるために何回もデート重ねたりとかしないとダメなのかなっていう、だからそこまでまだ気持ちが達してない。そうなんか理想なイメージあるんですか？なんか外国人のこんな人と一緒に街で歩いてみたいみたいな感じ。どうだろう、なんかアジア圏の人は日本人似てるから、それだったらアジア圏じゃないパッと見て外国の人だなって分かる人と付き合ってみたい。そのギャップをそうブラック系のビジネスマンの方とかってすごいかっこいいなとか思う。なんかキュッとやっぱスタイルがいいからスーツとか着ててもすごいかっこいいし、たまにかっこいいなってつい目で追っちゃう感じはあるかな。かっこいい。今監督がスーツ着たウィル・スミスって言ったらこのリアクションでした。かっこいい、歩きたい。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。すごい勉強になった。Will Smith wearing suits. That was an interesting outcome right at the end. Now, these two ladies, as you can see, had very, very different family situations. While one had a husband that was a bit more helpful and open, the other one had a very strict, very traditional cultural husband, and she said she actually preferred it that way, so she wouldn't be able to deal with the sweet words and the sweet living that a foreigner might be able to get her. But she still said she's curious about how foreigners actually are when it's just the two of you. You might have a chance to be around friends and meet them, but how are things when it's just you and her? Will they act differently, and how will that make you feel? So you could see that she was curious, but she still said she preferred her current hubby, which we won't judge her for, right? There also seem to be very different images of how foreigners are with their partners. So for example, one image that one lady has was that the girls seemed to be very strong in the relationship and very clever, while the other one had the image that the guys seemed to be more players, meaning they gather a lot of different experiences. Interesting to see. However, language seems to be the most important factor. You could see that the lady on the left said if you can't speak the language, she has to consider marriage. But if the partner can speak the language and actually is knowledgeable in Japanese culture as well, it would be something that works out. So guys, don't forget to brush up your Japanese skills. But there's always the question, can you be able to live in another culture or just experience another culture, meaning just go there for a couple of weeks to actually be able to live there? That is probably one of the biggest challenges when you actually intend to not just date a partner but also marry a partner, because at that point in time, especially in Japanese culture, you get not connected to only your partner but also your partner's family. So you have to deal with a lot more requests, values and things you might have to do or sacrifice in order to stay together. So these are a couple of things from these two ladies, but we've asked this to other younger people on the streets in Harajuku as well. If you would like to see that video, don't forget to click the notification symbol because we're going to bring that out soon. Thank you very much for watching, and I'll catch you soon for another video on Ash Japanese. Bye!